歯並びが悪かったことと、治療してる歯がちょっと増えてったことで、口元に対するコンプレックスがあったんです。あれ見てちょっと引いたんですよ。全部歯抜くのみたいな。そうですそうですそうです。でやっぱり口元が綺麗になると堂々と喋れるなっていうのをすごい実感しました。ベリガラモンですね。ペアリングしたコパンというドリンクで。はい、こんにちは。徳倉歯科口腔外科矯正歯科の院長の徳倉です。それではですね、今日はデザート&バーアガさんに来ました。今日も、オールオン4を治療として、お受けになられた患者さんと一緒にですね、食事をしたいと思うんですけれども、今日の食事はパフェにしてみました。今名古屋で夜パフェってすごく流行ってるわけなんですけれども、その筆頭がこのアガさんです。パフェがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうね、食べるのを躊躇しちゃうような感じ。美味しすぎて綺麗すぎてこう見とれてしまって写真撮って、あ、そういえば食べ物だったみたいなね。もちろん味もですねすごい美味しい。ですごいのがパフェと一緒にペアリングの飲み物があるんですよ。だから飲み物とデザートパフェで一つです。このアガさんで今日は患者さんとですね素敵な時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回オールオン4いろいろとこうやってるところはあるんですけれども、うちを選んでいただいた何か決め手みたいなものって何かありますか？まずオールオン4のことを知らなくって、で私は歯並びが悪かったことと、年齢とともに治療してる歯がちょっと増えてったことで、口元に対するコンプレックスがあったんです。矯正に通おうと思って、で他の病院で矯正に通ってたんですけど、なかなか思ったように前に進まずに、でそれを悩んでた時に家からそんなに遠くないところで、日曜日やってるところ、なんかそういうので検索して、こちらの院に行ってみたんですね。自分多分歯の治療と歯並びを治したいっていうのを同時にしていかないといけないってことで、そしたら先生がオールオン4のお話しされて、で最初は知識がないもんですから写真あれ見て引いたんですよ。みんなそうです。そうですよね。これ何みたいなね。全部歯抜くのみたいな。そうですそうですそうです。でちょっと衝撃的でそれを勧められたけどちょっと勇気がなくて、でしばらく考えたんですけど、多分そのオールオン4を悩む人はまず金額と、でまだ健康な歯も抜かないといけないっていうことにすごい抵抗があると思うんですよね。最初はそんな感じでした。そんな感じでしたか。でも覚えてますけど、個室の方でしっかりとこうご説明をさせていただいたとはね、思うんですけれど、今回その歯並びがちょっとこう気になって、矯正治療を単位でやってたんだけどなかなか進んでなくてっていうところで、とにかく綺麗にしたいんだっていうようなところが最初のお話のことだったとは思うんですけど、しっかりとこうお話しさせていただいたんですけど、結構時間っていうのは喜ばれることが多いんですが、どうですか？やっぱりああいうスタイルってどうなんですかね？いいと思います。それに私もなんとなく早くもう50も過ぎて、なんかもう早く綺麗にしたいっていう気持ちも多かったし、で日にちがなかなかつかめないところで、夜の時間帯でもっていうことでその時間を合わせれたっていうことは大きかったかなと思いますね。やっぱりなんか子供が大きくなってふと自分を見直す時が来ると思うんですよ。自分自身の人生があと残り何年っていう時に納得いくような、女性って誰かと会うってなると、絶対に食事ってつきもんだし、ずっとおしゃべりもするし、やっぱり口元に抵抗があるとちょっと人に会うのも断ろうかなっていう気になってきちゃうと思うんですよ。そういう意味で思い切ってやってみようかなと思いました。治療に治療を決断されて進んでいったわけなんですけれども、その治療の後ですね、ご自身の生活の変化っていうものがどのようにあったか。生活の変化が人と会うことにちょっと躊躇しなくなったっていうのはすごい大きかったと思います。ちょうど最後の歯が、これ本物が入った時に、ちょうど同じ日に同級生と待ち合わせだったんですよ。で、同じ日に重なっちゃったなと思ったんですけど、何人かで一緒に焼き鳥食べて昔の話してっていうことに何の不具合ももちろんないし、それは事前に聞いてたから、その日に約束してもいいなって思えたのと、でやっぱり口元が綺麗になると
堂々と喋れるなっていうのをすごい実感しました。そこでお友達が歯に対してなんか歯変えたっていう風に言われたかどうかで割と言われないっていう方が多いんですよ。つまりもうナチュラルに完全にこう落とし込まれていく、もう僕たちもそこを目指していくわけなんだけれど、本当はちょっと言ってほしい気持ち少しあるんだけど、友達が知ってれば別ですけどね。久しぶりに会う子はちょっとわからないと思うんですけど、よく会ってる子だと、もしかしてあれって思うのかもしれないですけど、まだ直接言われたことはないです。そこまでこうナチュラルにねはまり込んでるっていうことなんじゃないかなって僕も思っていて、意外にこうあれっていうようなことは言われないっていうふうに僕は伺っていて、イメージとしては歯が変わったことによってわあすごい歯綺麗になったねっていうふうに言われると思われがちなんだけど、そうではなくてもう自然にその生活の中にこう打ち解けていく、こう歯がこうマッチングしていくっていうのが僕としては理想だと思っていて、なんか今回もそういうことだったみたいで、それを望んでる人の方が多いと思います。変にね、もちろんなんか堂々と綺麗にしたんだっていう人もいると思うんですけど、自分から言うっていうのはなかなか難しいんじゃないですかね。から手術をしたんだけどそのことも知られることもなく自分が美しく変化していくっていうのが僕は理想だなと、そういう意味ではオーロン4の場合、手術の当日は狩り場が入るじゃないですか。で狩り場と本場で全然違うから、そこに対するね、山田さんの場合はやっぱり美意識が高いからね、狩り場がちょっとっていう感じがあったじゃないですか。そうですね。最初はやっぱり綺麗になって嬉しかったんですけど、日が経つにつれてちょっと変色するような感じがあったので、なんかそれが気になってましたね。今後の改善点ですね。どうしてもやっぱり本場の歯っていうのはこうセラミック系の歯ですからすごく綺麗で変色も全然しないんだけど、狩り場ってもう即席で僕たち作るものなんです、現実には。だからこそどうしてもね、少しでも材料っていうのはどんどん変わっていきますから、次の方々が変色に悩まないように努力していきたいなと思います。で、このオーロン4の治療をお話を聞きに来てくださる方々がですね、心配するのは実際どうなんだろうっていうところだと思うんですね。その点に関して先駆者として次の患者さんへのアドバイスというかメッセージをいただけたら嬉しいんですけれども。そうですね、アドバイスってほどじゃないですけど、やっぱり金額も最初びっくりすると思うんですよ。だけどそれもよく考えてみると、治療するような歯ができるとやっぱりその隣の歯もだんだんダメになってっちゃうし、何回も言うように年齢とともにその治療しなければいけない歯って増えてっちゃうと思うんですね。相当すごい気をつけてないと。そういうその時間とちょこちょこお金がかかっていくことを考えると、私はやって飛び込む気持ちで契約したんですけど、ちょこちょこその病院に通わないといけないっていうことがこれからないんだなと思うと、それもストレスフリーっていうか、今の歯だったら、メンテナンスには通いますけど、普段の歯磨きっていうのはどんな感じでやればいいんですかね。普段の歯磨きはもう普通にやるんだけれど、やっぱりどうしてもその上部構造である、セラミックスの部分と自分の歯茎の部分、ここの間、そうですよね。ここがポイント。それ以外はもう普段通り。例えば表面も普通に歯ブラシで磨いてもいいんですか？ただ例えば電動歯ブラシとかで強く押し付けてしまうとか NG かな、削れちゃうので。だから研磨剤はなるべく少なめの方がいいと思います。セラミック系の材料だから汚れってほとんどないんだけれども、僕たち外すことできるので、それをクリーニングすることはできますから、ちょっと着色だとか汚れが気になったらメンテナンスの事前に言っていただければ、その時だと準備があれなので結構しっかりやるから、事前に言っといていただければ、じゃあその日は外しましょうとなって、で歯科技工士がきれいにして、で衛生士は口の中をメンテナンスしてお戻しさせていただくっていうことができると思います。だから自分であまりゴシゴシするよりは、僕たちにもう委ねた方がいいってことですね。任せていただいて、もっと言うと上物は作り替えもできますし、歯の交換もできますから。そうなんですか。もちろん決定的に何かがあれば、言っていただければやりましょう。やっぱり病院が良かったなと思うのは、LINE でいつでも質問ができたり、なんかそういう面もすごい良かったなと思ってます。ありがとうございます。不安の多い処置ではあるので、女性スタッフが
コンシェルジュとして使わせていただいたと思うんですけど、今回は佐々木がついてたと思うんですよね。だから佐々木がずっと山田さんのことを気にかけてましたから、その点は良かったなというふうに思います。そうするとやっぱり、金額は高いけれども、それに見合った価値はあると。あると思います。ありがとうございます。さあ、かわいい。そんなお話の中で、はい。グラスデザートでエデンとプリンアラモそれぞれご用意いたしました。まずエデンの方ですね、今回秋と、ちょっとおつまみっぽいテイストをイメージしてお作りしてます。トップは、葉っぱの形のチュイルとキャラメリゼしたイチジク、そこにストラッチャテッラというフレッシュチーズにバルサミコのソースとブラックペッパー、今日はローズマリーのアイスクリームなどを添えて、塩辛いのと甘いのの組み合わせをお楽しみいただければと。カカオニブを合わせたビターなチョコレートの蓋の中に、赤ワインとスパイスでコンポートにしたイチジク、赤ワインのゼリーとブラックペッパーを効かせたチョコレート、塩キャラメルのムース、最後にブラックペッパーのクランブルという形でお作りしています。面白い。こちらが定番品で、プリンアラモンドですね。岡崎黄飯の卵 100% でお作りしたプリンと、一番下にカスタードクリームを引いてるんですけど、ここにも岡崎黄飯の卵 100% を使ってます。カスタードクリームにスポンジの生地とパイ生地のクラム、生クリームを敷きまして、季節のフルーツをたっぷりとミルクのジェラートを添えてお作りしています。アートですね。綺麗。ペアリングティー。こちらがお店をイメージしてお作りしたムードティーっていうドリンクなんですけども、下がバタフライピーと、ラベンダーのシロップ、上にグレープフルーツのジュースを重ねてるんですけども、混ぜていただくとブルーの部分がちょっと酸に反応してピンク色っぽく変わる、お店ごと楽しんでいただけるような飲み物になってます。こちらは、お味でペアリングしたコパンというドリンクで、基本がアールグレイティー、ローズマリー、とリンゴの果汁なんかでブレンドしてるんですけども、今回デザートの味わいを寄せて作ってます。あ、美味しい。あ、確かに酸味。あ、そうなんですか。これ酸味ないです。こっちは。酸味ですね、これは。でもやっぱり飲んだことのない味。僕もそう。なんだろう、これなんかお花の香りっていうか、お花の味がするような感じ。これすごいスッキリしてます。本当ですか。楽しみいただいてもいいですか。どうぞ。食べましょう。ああ、これなんて言ったらいいんだろう。脳に幸せな物質がドバーッと出る感じ。だってそれは大好きなプリンだからですよね。なんか材料のね調達にもすごいこだわっていらっしゃいましたもんね。岡崎の卵はそうですね。岡崎のブランドの卵を使ってます。なんか黄身が濃くてプリンにするとムチってするんです。そう。でもここバーでもあるんですよ。ね、書いてありましたから、お酒が美味しいのかな。デザートとお酒を一緒に楽しもうっていうコンセプトでやってまして、ノンアルコールでもペアリングのご提案はできますし、そうじゃなくてもアルコールでもこんなのも合わせたらどうですかっていうご提案をしながらやってます。歯科医院って甘いもの食べない人たちばっかりだと思うじゃないですか。それ実は違ってて、お昼になると多分これどこの歯科医院もそうなんですけど、スタッフルームってお菓子めちゃめちゃあるんですよ。で歯科衛生士とか歯科助手さんたちがみんな食べてる。女性の多い職場だと食べ物って大事ですよね。大事ですよ。だけどその後歯磨きの時間どれぐらいやってると思います？衛生士さんたちが歯ブラシお昼休憩中に。歯科助手さんたちが一番最初に働き始めて何がびっくりしたっていうと、衛生士さんたちの歯磨きの時間がって言うんですよ。長いのか逆に短いのか。やっぱり長いんですよね。長い。大体多分ね10分ぐらいやってる。ずーっとやってるんですよ。それはブラッシングだけなのか、ブラッシングプラスいろいろやってるのか。ブラッシングだけで。ブラッシングがやっぱり基本なんですか。歯を守る基本ですね。だから甘いものを食べちゃいけないってことはなくて、一番大切なのは食べ続けない。食べる時間は食べる時間。だからこういうパフェは、夜食べるって言ったら夜。で夜食べちゃいけないとか全然なくて、パフェを1日に例えば10等分にして小さいパフェを10回食べるのと、じゃあ1つを夜食べるって言ったら、もう確実に夜食べる方が虫歯にはなりにくい。カロリーの問題とかはちょっとそこはあるかもしれないけど、夜パフェを食べたら虫歯になるっていうのはそんなはずはない。もうね、自信を持ってこの夜にパフェを食べても全く問題ないです。虫歯にはならない。ですから、ぜひね、夜アガのパフェ食べに来てください。大丈夫です。
だいたい何歳ぐらいの人が多いんですか？結構幅があって、多いのは60代。やっぱりそうですよね。でも70代前半の方も一定数多いんですよ。だから60代から70代前半かな、に対して40、50っていう、当然年の層がこう高くなればなるほど、そうですね、増えるんだけれど、中央は60代ぐからな。が。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう改めまして今日は本当ありがとうございました。いろんなお話聞かせていただきました。今後もメンテナンスっていう部分で関わっていくことになるかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。いやもう本当に美味しかった。いつも伝えることなんですけれども、料理を作られる方って本当すごいなと思うんですよね。楽しんでいただく、美味しいものを食べていただく、幸せな気分になっていただくっていうことに注力していただいていると思うんですね。パティシエの方としてのその料理に対する思いっていうのを聞かせていただけたらありがたいなと思うんですけれども。そうですね。いろいろあるんですけど、私の場合はデザートをグルメの中の一つのパーツだと考えていて、特別に甘いものだけを前面に押し出したいっていう気持ちはなくて、甘いものも同じようにいろんな食感とか、楽しみ方があるんだよっていうことをもっと広めていきたいなっていう思ってやってます。やっぱりお酒を飲む方とか、辛いものが好きな方ってちょっと甘いものは敬遠しがちだったりとかされる方も多いと思うんですけど、そういう方でも抵抗なく食べられるようなバリエーションのある甘みを自分の中でクリエイトしていって、価値として認めていただけるようなものを作っていきたいなと、まだ修行中ですが常に思ってます。いやいや、修行中なんでとんでもないなと思うんですけど、この見た目の美しさっていうのは本当驚かされるものがあるんですけれど、ご自身の中で何か参考にしているものだとかあるんですか？こうインスピレーションというか何かこう。やっぱりあるものの中からっていうよりかは、例えば山に行った時に日差しが綺麗だなとか、海に行った時にこの波のキラキラが表現できたらいいなとか、全然点で違うところからこういうものを作りたいなっていうので発想することが多いですかね。日々の生活の中からこの何か美しさをデザートとして表現したいっていうようなつながりなんですね。はい、最初にこうパティシエを目指そうと思った何かきっかけとかってあるんですか？もうこれは結構月並みなんですけど、学生の頃にたまたま手作りで友達のお誕生日のお祝いでケーキを作ったことがあって、それがすごくプラス12にお受けしたので、なんかお菓子ってこんなに人を幸せにできるんだなっていうところで勢いで入ってしまったんですけど、それがたまたま今日までやらせてもらってます。転職ですね。今日の、デザートを食べて僕も幸せな気持ちになれました。ありがとうございます。またちょくちょくプライベートでもさせてください。はい、ぜひ。はい。いつでもお待ちして。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、今日の阿賀さん、やっぱりね、甘いものって美味しいですね。歯科医師って甘いもの食べないんじゃないかなって言われがちなんですけれども、大好きです。僕はもう辛いものも甘いものも美味しいものは何でも大好きなんですけど、もう今名古屋で一番美味しいのがこの阿賀さんのパフェと、そしてペアリングの飲み物なんじゃないかなと思いました。患者さんもですね、感動していただけたと思いますので、すごく僕的には嬉しかったです。もちろんオールオン4の歯じゃないとパフェが食べれないかってね、そういう話はあるかもしれないけど、でも患者さんにね、喜んでもらうという点で今日の、パフェそしてペアリングの飲み物っていうのはとても良かったんじゃないかなと思います。患者さんの声をですね、直接聞かせていただけるっていうのは本当にありがたいことです。一つ一つステップを踏んでですね、ここまでいろんなことがあって完成の歯をお入れになられた山田さん、楽しくですね、毎日が生活できているというお声を聞けてとても嬉しかったです。実はですね、今もう秋なんですけども、冬の1月ですねまで予約でいっぱいです。オールオン4の患者さんをどんどん受け入れていくわけなんですけれども、もっともっと枠を増やさなければいけないなというふうに考えている次第です。たくさんの方々がオールオン4の技術によって楽しい生活、美味しい食事を食べるという喜びを得ることにつながっています。皆さんもですね、ぜひ問い合わせいただいて、その喜びを、受けられる方々のお一人として、新しい人生を歩まれていただけたらどうかなと思います。今日はありがとうございました。